ドイツに来て正直これ普通なのって思うことがたくさんありました。今日は実際に住んでみて僕がカルチャーショックを受けたことをまとめて話します。いい悪いじゃなくて日本と全然違うなって感じたことを紹介していきます。まず一番有名ですが、日曜日は本当に店が閉まってます。スーパーもショッピングモールもほぼ全部閉まります。最初今日祝日本気で思いましたけど、でもこれはドイツでは普通です。日曜日はちゃんと休む日っていう考え方は本当に僕はいいと思います。次に驚いたのが高速道路です。アウトバーンですね。制限速度がない区間もあってみんな本当に速いです。僕一番最初に来た時に空港からその町までホテルがあるところまでタクシーで行ったんですけど、もうそこ衝撃的でしたね。もうこんなに速いのっていうぐらいで運転し始めて、で最初は正直ちょっと怖かったですけど、でも意外と慣れるもんですね。本当にスピード感は日本と全然違います。運転つながりで言うと、信号が青になった瞬間に少しでも遅れるとクラクション鳴らされます。もう本当にこのタイミングで本当に少し遅れるだけでプーって鳴らされるんですよ。最初全然やんみたいななんですけど、こっちは本当にみんなせっかちですね。これも信号のことなんですけど、日本って大体イメージとして向かい側に信号があるじゃないですか。でもドイツって手前に信号があって一番前に止まるともう信号が見えないんですよ。だからわざわざこう前のめりになってこう上を見るっていう感じですかね。しないと信号が見えないので、それはちょっとやめてほしいなと思います。なぜこういう形にしたのか。日本みたいに反対側にあれば一番前に止まってもうまく見えるんですけど、もうドイツはいつもそれでなんかイラってしますね。次は面白いんですけど、これドイツではドイツ人にもその外国人にもよく道を聞かれるんですよ。僕日本人でアジア顔してるんですけど、もう日本だとまず日本人がこう外国人に道を聞くことはまずないじゃないですか。でもドイツだと結構それが普通というか、よく僕もこれどこにあるみたいななんか聞かれたので、それはちょっと僕びっくりしましたね。それと同時になんか分かる人が助けるっていう感じでこうみんなで助け合うって感じで、僕はちょっといいなと思いましたね。それは食事の時のカルチャーショックもあります。乾杯する時にちゃんと相手の目を見ないといけないというルールがあるんですよ。目を見ないとエッチができないか恋人ができないかあって、だから最初はもうそれ全く知らなくて、日本人って結構目見ないんだなって、そのグラスを見てましたけど、もうドイツはもう相手の目を見なきゃいけないので、皆さんもし最初に乾杯するときはぜひグラスではなく相手の目を見てあげてください。ドイツにはプファンド制度っていうのがあるんですよ。缶や瓶、ペットボトルを集めてスーパーの機械に入れるとなんとお金が戻ってくるんですよ。缶が1つ25セントか、ペットボトル1本25セントか、瓶が13セントぐらいなんですけど、もう4本ペットボトル4本集めれば1ユーロでそれがもう買い物できるので、たくさん集めて小遣いにしてる人もいるんですよ。で
よくサッカースタジアムとかでみんなビール飲んでるので、その駅で待ってる人とかいて、でこれがいいなと思ったのは街も綺麗になるし、これはすごくいい仕組みだなと思いましたね。僕一回マルタが行った時に、もう本当に田舎の方行ったらもうゴミがペットボトルとか缶とか瓶とかもうすごく捨ててあったんで、これは本当にいい仕組みだなと思いましたね。まあでもそれでも汚いところはあるんですけど、そうやってお金にできるのはいい仕組みだなと思いましたね。これも結構僕的には衝撃的だったんですけれども、日本のアニメがここまで人気だと思ってなかったんですね。僕日本にいた時、小さい時にドラゴンボールだったりスラムダンクだったりルローニケンシンいろいろ見てきたんですけど、最近はワンピース以外はあまり見ることがなくて、でも同僚とかにこのアニメ知ってるって、その意外にアニメ好きな人が多いんですよ。その日本好きとか、本当に過去ね、皆さんがよくしていただいたので、やっぱり日本好きとか日本のアニメ好きとかがいるんで、そういう人たちってもう僕より詳しいんですよ。もうなんか最近のアニメとか、僕その人たちからこのアニメ面白いよって聞くんで、もうそれは本当に日本のアニメは誇れるなと思いました。次は日本だと外国人がこんにちはって言うとみんな驚くじゃないですか。わあすごいね、日本語できるので、なんかそういうになるんですけど、ドイツでグーデンタークとかドイツ語話しても誰も驚かないですね。もうそれが当たり前なので、ここも全然日本と違うなと思いましたね。ちょっとそういう、あなたドイツ語喋れるのっていう欲しかったんですけど、意外にもう誰もそんなこと思わないっていう。これまた僕いいなって思ったのが、来た時に、夏に大体何歳ぐらいですかね、50歳60歳ぐらいの方ですかね、女性の方が綺麗なワンピースを着ているのを見て、個人的にはちょっと驚いたんですね。日本だとなんかよくそうテレビとかで見たんですけど、そんな年になってそんなの着てとか、なんかそういうのは少し残念だなと思ってて、もうこっちはね、女性も着たいものは着るみたいな、暑いからなんでしょうけど僕はそう年齢で服を決めないっていう、これはいいカルチャーショックでしたね。これまたもう皆さんご存知だと思いますけれども、ドイツの駅には改札がないんですよ、日本みたいに。でチケットを持っていなかったら抜き打ちでチェックされて、だいたい60ユーロぐらいですかね、8000円か日本円にすると9000円ぐらいの罰金になります。電車だとガッチャンする、よく実際にすいません、なんていうかガッチャン言ってるんですけど、ガッチャンしないとその機会があってなんですけど、電車はだいたいそのガッチャンなくてそのままチェックしてもらっていいんですけど、バスとか路面電車は中にガッチャンがあるので、その機械があるので、スタンプですね、あるので、もしバスとか路面電車乗る方はガッチャン機械を忘れずにしないと、ただ買っただけだとあなたスタンプ押してないよって言われて、優しい人だったら見逃してくれるんですけど、僕一回ね、ちょっとわからないふりしていこうかなと思ったんですけど、パスポート見せろって言われてね、お前もうここにこんだけいるじゃないかと言われて、罰金を取られたので、ぜひとも皆さんスタンプを忘れないようにしてください。でも最近はもうドイツランドティケットっていうのがあって、59ユーロですかね、今62とかになってますかね。それ買えば1ヶ月鈍行普通列車は月額その額で行けるので、もし旅行する方
買ってみてはいかがでしょうか。ドイツランドチケットで調べてみてください。これまた驚いたことなんですけど、ドイツのトイレって結構有料なんですよ。だいたい50セントとか1ユーロとか払わなきゃいけなくて、でだいたいショッピングモールとか行くと、ただのとこもあるんですけど、だいたい入り口におばさんとかおじさんが座ってるんですよ。でそこに小銭が置いてあって、両替のために1ユーロとか2ユーロコインを持っている人のために50セントくらい置いてあって、そこで交換するっていう感じですね。高速アウトバーンとか行ってサービスエリアとかで行くと、最近はもうカードとかでも払えるようになって、でその代わりに1ユーロか50セントの割引券っていうでコーヒー買ったりできるんですけど、サービスエリアのコーヒーも大概高いんで、50セントぐらいそのチケットを使えればいいかなと思います。でもその公共のトイレが有料っていうのは本当にびっくりしました。そして最後のカルチャーショックのというと、やっぱり休暇ですかね。バケーション、ウルラウっていうんですけど、ドイツでは有給休暇が本当に取れるので、だいたい会社によっても全然違うんですけど、契約とかで25から30日有給休暇がもらえて、祝日とはまた別に、で僕の会社は30日あるんで、とても助かってます。でも使わないと上司もちょっとお前休めと言ってくるんで、僕が12、3年前ですかね、日本で働いてる時に有給休暇取りたいって言ったら、何のためにとか誰がお前の仕事するのってすげえ詰められて嫌な思いしたんで、僕は本当にこの制度日本でも広まってほしいなと思うんですけどね。やっぱ難しいんですかね、働き方で。もうドイツは法律で決まってるので、取らないと罰則があるので、本当に会社側からもちゃんと取ってって言われるので、次の年に繰り越しできたりすることもあるので、本当に僕は一番いいカルチャーショックでしたね、これは。今回は少し長くなりましたが、皆さんどうでしょうか。こんなの知ってるよとか、もう聞いてるよっていう方もいるかもしれないですけれども、こうして見るとドイツのカルチャーショックはいい悪いがはっきり分かれるものばかりです。会う人には会うし、会わない人には会わないっていう。でも日本にいたら当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなくなるんですね。それだけでも本当にドイツに来た意味はあったなと僕は本当に感じてます。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。もし気に入ったらlikeとフォローの方よろしくお願いします。そしてもしドイツに住んでいる方だったり、ドイツに旅行に行ったことがある方はぜひとも私はこんなカルチャーショックがあったよとか、もしかしたら今違う国にいる方、例えばアメリカだったらこんなんだよとか、インドだったらこんなんだよとか、ブラジルはこんなんだぜっていうのがもしありましたら、ぜひともコメントでよろしくお願いします。では次回また会いましょう。